怠惰の極み。こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今週のスパイファミリー、面白いセリフから始まりましたね。これは最高にだらしない、ものすごく怠けているという意味です。ボンドの心の声やダミアンの友情などなど、すごく癒されるストーリーでしたね。今週も慣用句やフレーズ、知っておくと便利な文法を紹介します。一緒に勉強しよう。ドッグフード切らしてたのに買ってくるの忘れてしまいました。を切らす。これは他動詞です。それを管理している人がいます。今、どれくらいあるかを確認します。もうすぐゼロになるなぁと知っていて、そのまま何もしなかったので、ゼロになったという意味です。この文のポイントは、切らしてたと言っているところです。動詞の手形プラス、います、いましたは状態を表します。ドッグフードのストックがない状態が今より前から続いていた、それを知っていたのに、買って、そしてうちに帰ってくるのを忘れてしまいました。動詞手形プラス、しまいました。これは、後悔や残念だと思う気持ち。最初の、切らすと一緒に使うことで、もうすぐゼロになるなぁ、ゼロになったなぁと知っていたのに忘れました。うっかりしていました。私のミスですというニュアンスになります。そこまで訓練させた覚えはないが、以前身につけたものか。身につけるには3つ意味があります。この場面では、知識、習慣、技術などをマスターしているという意味で使っています。人のいないルートを先導してくれてる？そこまで訓練させた覚えはないが、以前身につけたものか。ロイドはこう言っていました。走るボンドを見て、ロイドは不思議に思っています。そこまで。つまり、人のいないルートを先導。こっちだよってナビゲーションすること。そんな難しい訓練をロイドがボンドに教えたことはないのになって思っているシーンですね。残りの意味は、何かを着る、履く、アクセサリーをつける。ボンドはかわいいリボンを身につけている。もう一つは大切なもの、重要なものをいつも持っている。携帯するという意味です。夜は仕事に行くとき、いつもスティレットを身につけている。私はいつもお守りを身につけている。こんな文を作ることができます。セキュリティも頑丈だし、一つ一つ確認するのは骨だぞ。骨だ。これはとても大変なことだ。すごく努力しないとできないという意味です。確かに研究室の中は保管庫だらけだったので、全部のドアを開けて調べるのはすごく大変そうでしたよね。ちなみに
骨が折れるという慣用句表現もとっても有名です。例えるなら、骨が折れるくらい大変なことだという意味です。一つ一つ確認するのは骨が折れるぞと言い換えることもできます。漢字を覚えるのは骨だ。漢字を覚えるのは骨が折れる。こんな風に使えます。大船に乗ったつもりで楽しむと良い。これは安心して何の心配もない様子でという意味です。このシーンでは本当に船に乗っていましたね。でもこれは船に乗っていない時にも使えます。使い方は2つあります。安心してくださいと言う人が使うか、安心した人が使うかです。パターン1、安心してくださいという人が使います。私は自信があります。スキルも経験もあります。絶対大丈夫です。だから安心してリラックスしてください。大船に乗ったつもりで楽しむと良い。パターン2、安心した人が使います。これから新しいプロジェクトを始めます。私一人だとちょっと心配です。でも仕事ができる素晴らしい先輩がいます。私は彼らを信頼しています。だからすごく安心して、クルージングをしている気分で新しいプロジェクトを始めることができます。大船に乗ったつもりで新しいプロジェクトも頑張ります。このように使います。無駄足だったか？無駄足はそこに行ったけど目的を果たせないこと、何にもならないこと、意味がないことという意味です。つまり勉強を休んでステラレイクに行ったことはダミアンにとって意味のないことでしたか？何にもなりませんか？という意味です。普段の会話では、休館日？早起きしたのに無駄足だったのように、わざわざ言ったのに何もできなかった。無駄だった。このように使います。また、無駄足を踏むという表現もあります。これはわざわざ言ったのに意味がなかったという意味と、一生懸命頑張ったけど全く報われない、いい結果にならないというニュアンスがあります。例えば、浪人したけど結局中退したので無駄足を踏んだ。こんな感じです。人生という道を目的や目標に向かって頑張って歩いたけどうまくいかなかったというメタファーのようなものですね。ダミアンもステラレイクに行ったことを無駄足ではなかったと言っていました。長い人生、無駄足を踏むことに意味があることもたくさんあります。皆さんも時々ぼんやりしてリフレッシュしてくださいね。いかがでしたか？ちょっとしたニュアンスや言葉の使い方を知ると、日本語でアニメを見るのがもっと楽しくなりますね。今日勉強した慣用句、フレーズ、文法などの使い方が不安な人はコメント欄に
例文を書いてくださいね。しっかり添削します。来週も楽しく勉強しよう。それでは、次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。